why he came over to our side of this. So, if I phrase the questions, will you interpret for me? All right, sir. How long have you been in the service? 何年軍隊に入ってるんですか？ああ、まあ足掛け6年ですな。6 years. About 6 years. Did you serve in China? シナにもいたんですか？あ、シナにもいたんですか？ Yes. How long have you been on this island? このボートに何ヶ月いるんですか？ボートには今1年ちょっとですな。A little over a year. How is the condition of supplies of the Japanese forces at the present time? 君たちの食用やその他食べ物ですね。はい。その状況はどうですか？ああ、今のところはもう非常に困ってるですわな。Very scarce, sir. Would that be one of the reasons why you decided to come over to our side? Give yourself up. 食べ物があまりないから捕虜になる気になったんですか？いや、そうじゃないんです。自分は。それはどうですか？実際はもう軍隊が入ったんですな。ああ、そうですか。あんま名護を使うた挙句にもうそういうざまじゃからですな。もう軍隊が入ってで、つまりもう日本のためにすることなかったですな。それでもうでこの方に来た方がいいっていう腹が出たわけですな。どうせ働くなら飯も食わしてくれるような国でも働きたいっていう気が起きてくるわけですな。He got tired of the Japanese army life. If he's going to be fed, might as well go to a unit where he'll get work and fed well. I see. Were there any other ideas behind this? Did he hear that we treated the prisoners well, or was there any of that cross his mind at all? 前聞いたんですか？こっち来れば米軍の方ですね。来れば食べ物もよくあると。ああ、まあうつうつ話は聞いておりました。He says he heard now and then to that effect. What did you get yesterday on the Kumamoto? Well, in Kumamoto we finished the civilian background and the movement up to Chowan, which covers up to November 15th. Is that the date he came to Chowan? Yes, he left for Chowan across from Busho, and we covered up to the time he got to Chowan. I see. Then let's get the movement on 6th Division from there on to Bougainville Island today. All right. We're ready for the prisoner. Yeah, get on. で、今日はまた昨日の続きを少し話してもらうが、はい、まあ昨日と変わらないように知ってることをみんな話してもらいたいんだよね。はい。で、昨日君は11月の中頃に長安にやってきたとか言ったね。そうです。で、そこへどれくらいいたんかね。そこに23だけおりましたよ。それでちょうど11月の末に東京の南部隊と交代して、それから上海の方へ特使団が下がってきた。じゃあ君は信濃の方に相当長い間いたわけなんだね。まあ一月ぐらいおりましたよ。で、五島に来たのはいつ頃だったかね。昭和18年の1月27日だよ。で、信濃模様だがね、はい、信濃で君は相当あちこち旅行したわけなんでね、はい、あの方の地形はどうかね、やはりこの辺のように密林が多いかね。まあ向こうはジャングルはありませんね。ないかね。はい。で、まあ相当高い山はありますが、みんな萩山で、木は一本もありません。じゃあやはり戦車など相当使ってるだろうな。まあ自分が見たところでは戦車は一つも見なかったです。で、やはり熊本の独師団にも戦車ないんかね。戦車ありませんです。
ああ、戦車ないんだね。はい。で、こちらに来たのはやはり騎兵が来たわけなんだね。まあ、歩兵、散歩、ああいうのが来てます。で、やはり工兵も来たんだろう。工兵も来ました。じゃあ首長は？市長も来ました。じゃあ、金の連隊じゃない、師団だね。はい。師団全体として、騎兵を逃したの、全部来たんだね、連隊。全部来ました。じゃあ、歩兵3個連隊と、主張兵全体、はい。それから工兵。工兵。それから野砲だね。はい。じゃあ、全部来たわけですね。全部来ました。で、いつ、やはりこれ上海から出たんですか？上海から出ます。いつ出たかな？12月の28日頃、上海を出発しました。それは正月は船の中でやったわけです。はい。どの辺だったかね、正月やったかね。正月やったのは、パラオとトラックの、パラオと台湾の間でやりました。Those four fellows, and I'd like to get their opinions expressed on the conditions with the treatment they've received here and their attitude towards war generally. Yes, all right, if you get them. Sergeant, there are specific questions I would like to ask some of these prisoners. I wish you would interpret them for me in turn. Yes, sir. I wonder, how do you feel about the food you are receiving here? Does it suit your taste? 君たちがここへ来て、ここへ来てから米国の食物食べたいですね。はい。どんな味がしましたか？はい、自分ら日本におるときにはこういうその味のしたものはあまり食べておりませんでした。で、タルキナに来て初めて米軍の待遇を受けて味わった味でありまして、非常に、美味しいと自分らは思っています。What thoughts come to your mind when you see this power equipment around here that is being employed building this new stockade? 木村君、はい、君がここへ来て初めて見たなんですね、その米軍の牽引車、はい、あるいはまた自動車、はい、そのを見たでしょう、はい、それについてどんな気持ちがしましたか？そうです。日本ではこの牽引車とかあるいはトラクター、いろんな作業用の自動車はありますが、軍隊では使用しておりません。で、米軍の能率の上がるところを機械化しているのを驚きました。How do you feel about all these planes that you see overhead from day to day? What thoughts come to your mind about that? 君はここへ来て毎日米軍の飛行機を見るでしょう。はい。それについてどんな感じが君の心を打ったかね？まあ自分としてはこうして日本軍におる
おるときに日本の飛行機がこういうふうに飛んでくれたらいいなと思ってるんです。君たちがここへ来てから、はい、受けた待遇、はい、並びになんですね、はい、スポイルです。待遇並びに、それから君たちの戦争に対する態度ですね、はい、それについて少しの意見を述べてもらいたいんです。はい、それでまず島袋君からお願いします。はい、待遇はよくやってくれておるように自分らは感謝しております。なるほどね。はい。なるほど。で、戦争の方も非常に、日本の方としても今の状態は困っているように自分らも思っております。うんうん。やはり日本も困ってると思うんだね。はい。なるほど。それは面白い。木村君また何か言いたいことがないかね、これから。あります。どうぞ、遠慮なく。遠慮なく。木村としてはここへ収容されて MP 同様の待遇を受けまして、でまた軍医並びに衛生兵の方に同じ兵隊のように米軍のように治療並びに診察をしてもらって熱く感謝しております。そして君の戦争に対する態度はどうか。態度としては日本軍は今海軍が本土を警戒して、それで陸戦は独占の状態に陥ってると思います。で日本軍としてはこれから士気はますます衰える一方だろうと考えています。君がこの間憲兵と軍医殿に対して手紙を送りましたですね。はい。それに対して憲兵とそれから軍医殿が大変喜んでおられた。はい。それで自分にももう一遍書いてくれってこうタイプライターで持ってこられた。ああ、そうか。はい。そして熊本君、君の意見はどうかね。まあ自分としては逃亡して日本を逃亡してで米軍にやってきました。ところがまあこんないい待遇を受けるとは思いませんでした。で心から感謝しております。なるほどね。山口君。まあ自分にしてはまあ線が切れてよって線に出てよって米軍から撃たれましたね。そして自分はちょっと1000メートルばかり下に降りて電話機を下ろしてから、じっと見回っているところに米軍から肩を噛まれて、それから自分はまたその米軍の捕まっていたところを引き継ぐって逃げたんです。そして逃げて川を渡ってその晩川の旗に寝たんです。そしてまた朝起きて、日の出かけの頃米軍の鉄砲が6名友軍の方に行けたんです。それを見ながらまたその米軍の渡った川を渡ってからどっかそこら辺りに米軍がおるなと思ってどんどんとハルキナの方を向けて消えたんです。それで消えたところ、山の川のところからずっと上がっていったところがあって、そこをずっと上がっていって行ったところ鉄条門があって、その鉄条門は米軍のどんな陣地を構えているか、それを偵察して帰ろうと思ってその鉄条門が入ってきました。ところがようと見回ってみたところ米軍はおらなかったですが、それから鉄条門入ってずっと50メートルばかりいた時、米軍が一人木の陰に寄って右の方に、その木の陰から銃を向けられて、その銃を向けられた時自分はすぐ手を挙げて、この米軍がすぐ指を持ってこっちに来いと言って言われたですから、自分はすぐ少しに行ったです。そして行ったら座れと言って手を下に押さえたですから、自分はそこに座ってて、その上からまた米軍が10名ばかり銃を持って落ちて、そしてそこで全部調べられてからずっとまた米軍に連れられて、そして自動車に乗ってなんていうかな。じゃあ今の待遇についてですね、なんか言いたいことがないかね、山口。今の待遇については3度米軍の熱いものを食べるべきには熱いものをいただき、
まあ呪い物を食べる時には呪い物をいただくから自分としての心に感謝するしかいないね。それはみんななんだね、この戦争に対する態度も、それからここへ来てその受けた態度、受けた待遇、みんなその良かったというわけですね。はい、そうです。そうです。君はすでに上等兵だね。はい、そうです。君ら上等兵はいつこの母島に来たか。昭和17年の1月24日です。1月24日。はい。母島へ到着してからどこへ行ったか。部員よりエレベンタへ上映しておりました。エレベンターに上映しとったんですね。はい。君ら上等兵一行がトラックを出発してから米機の空襲を受けただろう。はい。それはどこで受けた？それは、トラックと母島の中間です。どんな結果だった？潜水艦、日本軍はその時ボーイングがやってきましたから、ボーイングにばっかし見とれておって、潜水艦が来るのを監視ができるボーイングと潜水艦の爆撃と魚雷を受けました。負傷兵があったか？はい、相当おります。どのくらいいた？140名ぐらいだろう。145名ぐらい。はい。君がエレメンターにいるとき、どんな部隊が君たちと一緒にいたか？師団司令部。師団司令部。大隊官。Well, fellas, I thought it was time we got together and more or less took time out to find out just what we have been doing in the past week. Now, you men have been working in teams of 2 with these prisoners, and although you've checked notes, of course, ones against the others, I think it's time we stopped and found out just how we stand in this question of how much information we've gotten. Now, of course, you all know that in a space of about a week, we have picked up 6 prisoners. Now, dividing it up by sectors, there were 4 prisoners taken in the eastern sector, or the Americal sector. Now, the first one was a member of the 13th Infantry, 6th Division, of course, and he was a first-class private. I think you 2 fellows recall that man. He came in awfully poor shape, and we had to hold off on the interrogation for quite a while. He's gained some 30 pounds now, and he's a different man. Then we also caught 3 from the 23rd Infantry, likewise a 6th Division regiment. There were 2 from the 2nd Battalion and 1 from the 1st Battalion. They confirmed the presence of a 3rd Battalion on our perimeter. That is nothing new, but it was of interest, naturally, of order of battle interest. Now, swinging to our west sector, we found the 3rd Regiment of the 45th, as you were, the 3rd Regiment of the 6th Division. In other words, the 45th Infantry Regiment, represented in 1 prisoner, who was a superior private, and the 17th Division was represented by 1 first-class private of the 81st Infantry Regiment, which was of interest to us in that previous identifications and documentary evidence had come from the 81st Infantry Regiment. Now, of course, as you know, 3 of these fellows turned themselves in of their own accord. That is of particular interest to us because up till the present time, this has not been the case. Almost invariably, the men have had to be captured. These 3, on their own, decided to come in and turn themselves in for various reasons. The other 3, 1 was picked up because of sickness. In other words, he was suffering from malaria. He was just about unconscious when our patrol came across him lying on the side of the road. Another man was picked up, strangely enough, by friendly natives operating with the coast watchers up in northern Bougainville. And the last man was really and truly captured, you might say. He was in our lines, reconnoitering our positions when he was
picked up by our forces. Now, the fact that we have picked up 6 prisoners in so short a space of time would show certain things. First of all, it proves that we are getting splendid cooperation from the frontline troops. That is very gratifying to any language section and any intelligence agency, of course. And it also shows that the troops have conviction that the information derived from prisoner of war interrogation has a tremendous value in the successful prosecution of any campaign. In other words, you've got to know your enemy in order to deal with him. Now, as you all know, of course, the value of these prisoners comes from the fact that they lack any security consciousness whatsoever. Once they are turned in, they're flattered and amazed by the excellent treatment which the MPs and the medical staff give them. And in turn, they feel that they should in turn help us in any way they can. And without any hesitation whatsoever, they speak absolutely everything they know. Of course, we know that this is an exceptional group of prisoners. They have been cooperative right from the start. And it is also interesting in that this series of captures was at a very timely time. In other words, the men were picked up when there was much talk of an attack being launched against our forces here on Bougainville. These prisoners confirmed that information and in turn gave us a great deal of other information of which we had no knowledge whatsoever. This information has been checked since then, and it is found to be reliable all the way through. And I think it is a true example that the old expression, there's no good Jap but a dead Jap, has been proved to be very false and in fact detrimental to our cause. Our first egg from point 193. Oh. Yeah. We got back pretty quickly. You may know something about lots if you'd like to ask him. Ja. Wie stark waren Ihre Verluste, Ihr Kompanie? In dem Zeitpunkt, wo ich gefangen wurde, Ja. ist mein Kommandierchef gefallen und ein Oberjäger. Ja. Und da würde ich abfangen für den weiter, kann ich nicht sagen. Ja, Sie wissen, kann ich Nein, weiter kann ich nicht sagen. Ja. Not much. Das ist alles. I've got a bit. I've got a bit. Ja, alright, God, take him away. Alright, das ist alles. Also kommen Sie hier mit, ne? Kommen Sie hier rein. Na, Sie wurden hier genommen, ne? Nicht weit von der Höhe da oben. Können Sie mir sagen, wie stark Ihre Verluste da waren beim Arik vorher zuerst, nach der Bombardierung? Nach der Bombardierung bei dem Arik hatten wir keine Verluste. Was keine Verluste gehabt? Doch ein Oberjäger. Ein Oberjäger. Wie ist es, dass die Stellung sofort genommen wurde, wenn das Arik vorher keine Verluste noch eingefügt hat? Durch eine Überraschung. Sowohl ganz überraschend und schnell wurde die Stellung genommen. Die ganze Kompanie aufgerieben worden, da oben auf der Höhe. Das kann ich nicht Weil angeben. Sie schätzen können. Das kann ich nicht angeben, aber da ich schon frühzeitig weggeführt wurde. Mhm. Schön. Das so nicht. Ja, I guess Also hier abtreten, ne? Abtreten. Sie sind Gefreiter? Eure Hauptmann. Was ist Ihre Feldpostnummer? 058 11a Hauptmann. Ja. Wo sind Sie gefangen worden? Rechts von der Burg. Neben einem verschlossenen Haus ist ein Unterstand. Dort wurde die Kompanie aufgerieben und kam in Gefangenschaft dabei. Yeah. He was captured near the casino on the right-hand side. All right, take him away, guys. All right. Excuse me, it's not very interesting here, Captain. Everybody in. I think All right. this is the first chap who got out of the town after the bombing. Oh, that's I think he's very likely the last.
He's very shaken. I want to just like his impression, so you'll probably get him along right away, would you? Sie haben die ganze Bombardierung da erlebt, nicht wahr? Und erzählen Sie mal hier dem amerikanischen Hauptmann, was da passiert ist, was Ihre Eindrücke sind, ob es Ihnen Spaß gemacht hat oder nicht. Spaß kann man bestimmt nicht sagen. Es war furchtbar. Es kam Welle auf Welle und wir hatten wenig Schutz. Wir wussten nicht, wo wir hin sollten. Ich glaube kaum, dass die meisten meiner Kameraden rausgekommen sind. Ich habe bisher noch keinen mehr gesehen. War der Angriff, der Luftangriff von dieser fliegenden Festung da eine vollkommene Überraschung für die Fallschirmjäger in Kassin und der Stadt selbst? Es war überhaupt nicht erwartet worden, dass überhaupt so viel Luftwaffe vorhanden war. Es war ganz überraschend und wir wussten gar nicht, wo wir hin sollten. Und wie sieht jetzt zum Beispiel die ganze Stadt aus nach der Bombardierung? Die Stadt ist vollkommen verwüstet. Man kann überhaupt nicht mehr durch. Ein Trümmerhaufen. Glauben Sie, dass Ihre Kompanie da vollkommen aufgerieben wurde bei diesem Luftangriff? Das wird wohl sehr wahrscheinlich der Fall sein, dass höchstens ein paar Mann noch rauskommen, aber die meisten sind nicht mehr rausgekommen. Okay, I like that story. Yeah. Shall I give it down here? Yeah, okay. He describes the attack as follows. It lasted 3.5 hours as a complete surprise. He never expected such a colossal air attack from the forts. They came in wave after wave, completely unexpected, and reduced the town to a complete pile of ashes. This chap really was completely shattered by it. And he does think that the company in which he belongs, which I know already, has been pretty well completely wiped out. He cannot imagine that more than 2 or 3 come out of the town. And so it seems to me things have been most colossal success. It's been quite shaky. Okay? Continue.